パンと三菱マテリアルの核廃棄物汚染。ブキットメラのレアアース生成工場。1980年、日本の三菱マテリアルの関連会社アジアンレアアース ARE はパパンの近郊であるブキットメラにレアアースの生成工場を建設しました。レアアースの生成の副産物としてトリウムなどの放射性廃棄物が発生。工場での廃棄物処理が不適切で大量の放射性廃棄物がパパンの周辺に埋設された。住民の健康被害、白血病、がん、奇形児の出生などが報告される。住民の抗議運動と工場の閉鎖。1985年、地元住民が工場の閉鎖と核廃棄物の撤去を求める運動を開始。日本にも訴えが届き、国際的な関心が高まる。1992年、工場は閉鎖されたが、放射性廃棄物の影響は残った。パパンのゴーストタウン化。三菱マテリアルの核廃棄物汚染によってパパンは次第に住民が離れ廃墟の町となっていきました。健康被害を恐れた住民が町を離れる。放射性廃棄物の処理が完了するまでに長い時間がかかり、町の復興が困難に。現在も建物の多くが放棄され荒れ果てた姿を見せている。一部の住民は残っているが、町はほぼゴーストタウン状態。現在の状況。2011年に三菱マテリアルは廃棄物の処理を完了したと発表。しかし住民の間では依然として放射線の影響が懸念されている。環境汚染の完全な回復には長時間かかるとされている。パパンは心霊スポットとしても話題になることがあるが、歴史的な負の遺産でもある。まとめ。パパンは三菱マテリアルのレアアース工場による放射性廃棄物汚染によって住民が町を去り廃墟の町となりました。工場は閉鎖されましたが、環境と健康への影響は完全に消えたわけではなく、今もマレーシアの負の歴史の一つとして語られています。それでは今日はこのパパンを自分の目と肌で感じて散策していきたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは到着しました。こちらがかつて鈴の採掘で発展した町パパンですね。今ではこういう廃墟になってますね。すごいな。私もね、昨日 YouTube の動画を見ました。おそらくイギリス系の人かな。なんか欧米人の方がパハンのこの廃墟ですね、取り上げてました。ここ綺麗にしてますね。すごい。旧正月の飾りもしてます。はい。いやー、すごい。ねえ。この町パハンが廃墟になってる理由を知ってる日本人っていうのはあまり多くないんじゃないでしょうか。私も知りませんでした。もう何年ですかね。6年目ですか、マレーシア。ね、5年住んでて知りませんでした。そしてそれを昨日
その欧米人の方の動画で知りました。ここは青年団ですね。だったんですね。すごい。住んでる方もいらっしゃるんです。はい。ただほとんどの家が廃墟ね。家によっては荷物が残った状態で出て行かれてる状態もあるように見えます。はい。いや、ここなんかそうですよね。もうこの木が侵食してきてねえ、自然に帰りつつあるですね。まだ郵便受けとかもついてるしね、花なんかも。ここは住んでるのかな。通りの名前がジャランパパンですね。犬がいますね。かわいい。ほら、ここなんかもいやー可愛らしい犬ですね。ほら、あまり出し渋ってもあれなんでお伝えしますけども、この町はマレーシアで唯一だと思うんですが、放射能漏れ事故があった町です。はい。その放射能漏れが原因でいろいろな病気がね、この町に蔓延して、もちろんがんなども蔓延して、多くの住民の方が出てった町です。はい。だから廃墟になったんです。ではその廃墟になった原因というのは、昨日私その動画を見てね、うる覚えなんで間違ってる箇所があるかもしれないです。その点ご了承ください。ここに工場だと思うんですけどもを建てた企業がありました。ここもねえ、人が住んでる感じではないですね。ここにね、ある企業が工場を建てました。その企業が放射能漏れ事故を起こしたという形になります。その企業というのが何か、どこかっていうと、その企業のことは日本人なら誰でも知ってると思います。はい。パーハンね、放射能漏れで検索していただけると出てくるかと思います。そう、三菱です。三菱マテリアルですねが放射能漏れ事故を起こした場所です。その事実が分かった時にマレーシア国内で政府と国民がものすごく話し合ったそうです。前代未聞ですからね。世界でも放射能漏れっていうのがあるのは、放射能事故ですね、あるのは日本とチェルノブイリがあるロシア、それからここのパハンだと思います。はい。
すごいね。おお、なのでみんなで対策を考えました。どうすればいいかと。その結果、それが正解かどうかはわからないんですけども、コンクリートでね、覆い隠して封鎖しました。はい。その時ね、反対に当たった活動家の方ですね。この方は間違ってないです。間違ってるのは日本です。三菱だけです。はい。当時ね、なんで事故がいつ起こったのかもちょっと覚えてないんですけども、いや素晴らしい。マレーシア国旗があるんですね。はい。現地の方はおそらくね、三菱っていう名前は聞きたくないと思いますね。これ今日は何だろう、お祭りかなんかやってんのかな。いろいろ家財道具が表に出てきてますけども、入場禁止というふうになってますね。あっちにもいろいろあるな。そこはね、カフェ。カフェがあったりするんですよね。後で行ってみましょう。ここもカフェだ。かね。いや街がほとんど住民がいないですね。いらっしゃるの中華系の方が多いように思いますね。たくましいですよね。いや自然に囲まれた場所です。何も知らなければね、のどかな、田舎だなっていうふうに思うんですけども、そうじゃないんですね。こんな入り込んだ路地を入り込んだとこも廃墟です。はい。いやどんどん自然がこうやって飲み込んできてるんですよね。ここがこの村の村長だったですかねの家ということですね。ここですね。いろいろ書いてます。はい。1800年代ですね。1800年後半、1800後半か。ちょっとね、マレー語かな、ちょっとわかんないですね。はい。ちょっと入ってみましょう。はい。もちろん歴史的なものなんで、ね、迷惑になっちゃいけないんで、中には入らないでおこうと思います。はい。いやー、綺麗にしてますね。はい。ここが空いてるんで、中ちょっと覗いてみますか。真っ暗。
中からね、ああすごい立派な柱とかがある。へえ。ほほう。わ、すごいなこの作り。当時お金持ちじゃないですかね、これは。いろりがありますね。はい。ね。特にリメイクする必要ないんで、当時のままだと思うんですけども、窯ね、大きな窯が2つと小さな窯が2つね、おそらくご飯とスープと炒め物みたいな感じなんでしょうか。はあ、ここも離れがありますね。使用人の方が住んでたんでしょうかね。ここは何か鶏か何か飼ってたんでしょうか。立派なお家です。あの事故がなければ今の一方にね、都市が移らずに、もしかしたらここがね、そのまま栄えてたかもしれないです。すごい。はあ。この作りなんかも初めて見ましたね。あの細工なんかも細かいですね。開くのかなこれは。開かない。ねえ。すごいな。あそこのクランにあるお城みたいなところに似てますね、作りが。この外壁が。それではですね、隣にモスクがあるんで、モスクも見に行きましょう。いや今実際ね、私もその放射能処理をしていると、コンクリートで固めてね、遠い場所にあるっていうことだったんですけど、実際今ね、ここが放射線がいくらあるかっていうのは全くわからないです。はい。浴びてるかもしれないです、私。はい、放射能。わかんないです。ただだけど、ここをね、マレーシアに住んでる私が通り過ぎるわけにはいかないんですよ。やっぱり、何らかの形で、こうやって、ね、記録を残すっていうのが、今の私の役目なのかなと思います。ここがね、モスクだったらしいんですよね。この上の形見てもらえるとね、わかるんですけど、当時のモスク、その1800年代のモスク、ちょっとね、そうだな、見えないですね。ちょっと待ってください。これを伸ばします。伸ばして、これで見えてるかな。ねえ、こんな感じ。ちょっとね、背が足りないんで、これ以上はなんか見えないですけど。ねえ。多分、危険ですよって書いてあるなと思います。はい。モスクって書いてますね。でも、これもやっぱり、現地の人がちゃんと保存はしてるんですよね。草刈ったり。ねえ。もちろん入ることはないと思います。はい。いや隣の建物は何かわかんないです。あっちは。ね。女性用のお祈りの部屋かもしれないですけどね。今は私には分かんないです。ただ今こうして街の中心部を歩きましたね。何も知らずに歩きました、ね、地図でどこに何があるっていうのをね、前もって
見てはいましたけども覚えてないんでね、適当に歩きました。一箇所もね三菱って書いてないですね。ね、分かんないですよ私。その時にどういう話し合いをしたとかそういうのは分からないですけど、なんか保証とかしてるのかなとね。三菱マテリアルであり日本政府、まあ分からないです。どこが保証してるか分かんないですけど、保証してないかもしれない。それも分かんないです。大きなことですよこれは。私が知ってる中で先ほど言ったね、日本で3カ所ですね。広島、長崎、福島、それからロシア、それからここですね、パパン。はい、あとはちょっとわからないです。今はわからないです。いやそれなのにこの扱いは。軍隊さんは何でいるのかなあそこ。禁止モスクか。うん。いやそれではもう少し先の方に進んでいきましょう。一軒完全に朽ち果てた家があったので中に入ってみました。こういった形ですね。ここは炊事場がトイレになるんでしょうか。はい、おそらくこちらがキッチンでしょうか。で裏庭ですねがこういった形。ここに部屋があったかもしれないですけど、それは分からないですね。あとここに2階もありました。階段などはもうすでにないです。ここが階段だったのかな。はいね、2階もあります。はい、ただもう天井も屋根も飛んでってこういった状態ですね。はい、もうあとは自然に帰るという形です。はい、途中までは保存してたと思います。はい、ただもう家族も亡くなってきたと思いますね。隣の家なんかはもうほぼもう中に入ることもできないです。はい、こうやって親戚などがこうやって札をつけるぐらいしかできない。中は自然に帰ってますね。はい、それではバイクで奥の方に進んでいきたいと思います。はい、町の近くにある湖に来ました。放射能物質が湖に入り込み、湖が汚染して、でそれから皆様に健康被害が出たというふうに聞いてます。ただこの湖だったかどうかはちょっと定かではないです。ね、そうやって広がるんですよね。飲み水を飲んでやっぱりその健康的に弱い人から何か害が出たんでしょうか。写真を見るとね、もう体が奇形になっていってる様子が出てる写真なんかもありました。はい、それではですね、さらに奥の方に進んでいきたいと思います。はい、それでは、公園の方まで来たんですけども、皆さん川遊びなんかされててですね、綺麗な川ですね。はい、特に何か気にしてる様子はないみたいですね。さすがにね、もうだって100年以上前ですから被害がどうか分かんないですけど、
お魚を、仕掛けなんかしてますね。綺麗な川ですね。ただね、この公園先は、もうあと30分ぐらいで閉園なんで、入れさせてくれなかったですね。入場料が2リンギぐらいかかるみたいです。はい。おお、すごい。綺麗な川。はい。すごいな。キャンプなんかもしてますね。はい。よいしょ。キャンプ場なんだ、ここ。わかりました。それではですね、先ほどの村に戻って、コーヒーを飲んで、KL の方に帰りたいと思います。ね。一方から帰るときね、あまり暗くなるとちょっと危ないんですよ。高速道路は。真っ暗なんで、途中。ね。それで、コーヒー飲んで帰りたいと思います。